はいどうも、フランスガイド中村です。今私たちがいるのはパリの16区エッフェル塔がね美しい界隈なんですけど、今回はこの界隈の魅力に迫っていきたいと思います。ということで案内役は私フランスガイド中村と、撮影はイメージクリエイターのこうです。ということで行こうと思います。こうさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今私たちどこにいるんでしたっけ？今トロカデロ広場ってところ。はい、そうなんです。今ね私たちがいるのはトロカデロ広場というところで、もともとねちょっとここはね高台になっているところなんですよ。高台になっていて、ここはもともとシャイヨウの丘と言われておりました。これがねトロカデロ広場になったのは19世紀初めにね、その時ちょうどナポレオン失脚後なのでフランスは王政復古の時代だったんですけど、シャルル10世という王様がおりました。そのね王様の長男が、アングレーム公爵って言うんですけど、その人がね戦争しに行ったんです。スペインのトロカデロ要塞のところに。でね見事に勝利している。それをなその勝利を記念してここをシャイヨウの丘からトロカデロの丘と改名したんですよ。なるほど。ということでね、ここがそのトロカデロ広場なんですけども、正面に騎馬像いるでしょ。いますね。あの人がねアングレーム公爵じゃないんです。またね別なんですよ。あれフォッシュって書いてありますよ。はい、マレシャル・フォッシュと言いまして、フォッシュ元帥。フォッシュ元帥。そう、この人はね聞いたことある？名前はもちろん聞いたことあるんですけど、フォッシュ通りっていろんなところにあったり、フランス中どこにもあるんだけど、この人はねすごい有名なのは第一次世界大戦が終わった時に元帥だった人なんですよ。だからこの人がね第一次世界大戦の停戦協定に調印している人なんです。なるほど、でトップ中トップみたいな、トップ中のトップだったんですよね。でね、この第一次世界大戦終わったのは1918年の11月11日なので、この広場の正式名称はカデロと11月11日広場っていう名前がついてます。なるほど。ダブルですよ。ダブルの勝利記念。いい日ですね。持ってます。なるほど。ダブルの勝利ですから。素晴らしい。でね、ゾロ目で。はい、ゾロだった。で今ね左手に行くと、ちょっとすごい高い城壁、なんか壁みたいなのがあるでしょ。あそこの上にあるのが今度はねパッシ墓地って言います。あんな上にあるんですか？墓地が。そう、ちょっと高台にあってね、だからあそこで埋葬されている人たちはエッフェル塔バッチリ見えるんです。なんか前に彫刻があるんですけど、あれはね、兵士たちだと思うんですけど、多分ねあれも第一次世界大戦の記念像だと思います。なるほど。その時にその祖国のために命を落とした兵士たち、国の英雄たちだよね。それの記念碑になってると思いますね。ということでね、ここはねエッフェル塔がパリの中でも最も美しく見える場所なんですよ。ちょっと皆さんと一緒に振り返ってみましょうか。出ましたね。正面に見えるのがエッフェル塔ですよ。綺麗に見えるでしょう。でこのエッフェル塔を見えるためにある広場と言っていいのがこの目の前にあるね、エスプラナドゥトロカデロ、トロカデロ広場って感じでね。で右と左に同じような建物があるんだけども、右にあるのが海洋博物館と人類博物館というのが入っている。で左の建物は建築博物館っていうのが建っていて、でさらに左の博物館の下にはシャイヨウ劇場っていうのがあるんだよね。行ったことあります？シャイヨウ劇場って。あります。大きい劇場？行きました。大きい。現代ダンスとかそんな感じかな。現代舞踊とか。そう、現代コンテンポラリーダンスの公演で見に行ったのかな。日本人の名前出てこないな。ノブくんって友達のダンサーが出るから。ノブくんが出るとこね、じゃあ。そう、ノブくんが出るとこよ。はい。これ後でテロップで入れとくんで。はい。
でもうここはさエッフェル塔の写真を撮る本当にもう定番のところで、私もねよくねお客さん連れてここでエッフェル塔バックに写真撮りましょうって撮るんだけど、これねだいたい今午前中で今9時半10時前ぐらいなんだけどさ、太陽がさエッフェル塔の後ろにあるんですよ。だからねまずすごい眩しいんだけどさ、どうだろう、私がねお客さんをエッフェル塔バックに撮ると逆光で真っ暗になっちゃうんだよね。今どうですか、真っ暗になってない？もう真っ黒です。真っ暗になってる。何も見えませんよ。何も見えないでしょ、はい。でこれさちょっとプロのカメラマンこうさ、はいなんか撮るコツってあるんですか？エッフェル塔も映したいし顔も映したいっていうことなんですけど。はい、ですね。ここ僕よくねウェディングで撮影に来るんですよ。それで僕は絶対ここは特に冬はね、ここを抑えようと思うんですよ。なんでかっていうと、なんで逆光になるかっていうと、太陽が中村さんの後ろにある。そつまりここはね北側にある場所で、画面向かって右側が西で、左側が東、だから多分ね夕方になってもね日がね当たんないんですよ。あ、これ朝だけの問題じゃなくて、いつもそうだよって話？そこでですね、あえて顔なんて撮らない。顔は撮らない。顔は撮らない。じゃあその逆光のシルエットを美しくするみたいな。そう、シルエットで勝負。じゃあ中村さんちょっと撮ってみましょう。ちょっと後ろ下がってみて。で僕がちょうど好きなのは、みんな、エッフェル塔を撮ろうと思うと、ほらみんなエッフェル塔のそばに寄っちゃうでしょ。寄っちゃうね。ここで撮るんですよ。あ、これさ結構この広場っていうのがずっと続いてて、これずっと歩けるようになっててエッフェル塔の近くまで行けるんだけど、これ近寄らない方がいいぞと。そう、じゃあ中村さんここの、文字が書いてあるところの、その木のこの辺木のねシンボルが下に書いてあるんだけど、木のシンボルが下にその辺り、それでちょっとずれて、右か左、右でもいいよ。はい、じゃあここでなんかポーズを。それでは皆さん鬼はパシャパシャパシャ、パシャパシャパシャということで、ここでかっこよく撮れるんですよ。ここでかっこよく撮れる。ほらすごいかっこいいでしょ。あ、かっこいいじゃん。こういう感じで撮れるの。で、なるほどね。だからここ逆光になっちゃうんだけど、どうすればいいっていうのは逆に撮って、いやいや逆光だからそれを利用してかっこいい写真撮ろうぜって。それで中村さん、ここってなんか人権に関わる広場だったようなことを。そうそう、ここにね地面に書いたんだけど、Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit。でこれがね1789年のフランス革命の時の第1項なんですよね。その人類は生まれからにして自由であり平等でありというね、こういう人権というものをフランス革命は宣言してるんだけど、それをさらにもう一度宣言した記念をした広場でもあるんですね。1985年の5月の30日、フランスはミテランっていうね当時のフランスの大統領でございましたが、その人がここを記念して人権広場というね名前にしております。ということで、人類の、平等と権利、だから、ウェディングにぴったりじゃないと思って。なぜやっぱり夫婦っていうのは平等であって、お互い権利があって、それでお互いに自由を尊重し、それで向こうに太陽がある、だからそっちに向かって歩いてもらうと、こう未来に向かってこう平等に2人が手を取り合って歩くみたいなシーンがここだと撮れるんですよ。なんて素敵な物語なんでしょう。そんな深い意味があったんですか、ここでウェディングフォトを撮るっていうのは。そうなんですよ。なるほどね。今だったら人があんまりいないんで、ここで撮っちゃうのが一番僕はおすすめ。なるほどね。だからここは単なるエッフェル塔が綺麗でパリで撮ったってだけじゃなくて、これから2人で生活する上でお互いに自由を尊重し、お互いで平等でいいよねと。そうなんですよ。素晴らしいですね。
今この後ろにある建物はシャイヨウ宮の西側の建物なんですが、もともとは1937年のパリ万博に、の際に作られた建物なんですよね。現在はここに2つの博物館が入っています。一つは海洋博物館といって海に関するもの、そしてもう一つは人類博物館といって人類の歴史に関する博物館になっているんですよね。そしてね、もう反対側に同じような建物のもう一つのね、片側があります。広場を挟んで向かい合ってるこの建物、これもねシャイヨウ宮なんですけど、今度は西側の建物です。ここにも博物館が入っていて、建築博物館っていうんですよね。ここね最高に面白くて、2階建てになってるんですが、1階部分はフランス各地の教会のファサードの完全コピーがあるんですよ。そしてね、2階部分には今度は現代建築のフロアになっていて、ル・コルビジェがマルセイユに建てた有名な集合住宅の実在のモデルがあって、中にね入ってね住居見学もできるっていう、すごいね面白いところなんですよね。建築とかに興味がある人っていうのは行って損のないところだと思いますよ。じゃあ中村さん、そろそろ進みましょうか。行きましょう。はい。それでは皆さん、オニバオニバいやめちゃくちゃかっこいいですよね。今日天気いいね。天気いいですよ。こんなにね天気のいい、久々ですよね。この日を待ってたみたいな。この日を待ってたんだよね。うん、なんかもう2ヶ月ぐらい前からエッフェル塔を撮ろうって言って、でずっと曇りでしたね。ね。でもすごい冬のなんか本当にピリッとした、晴れ空って感じですね。やっぱりその太陽出ると気温は寒いんですけど、やっぱりちょっとポカポカしますね。太陽の光があるからね。ね、気持ちいいよね。気持ちいい。僕ねいつもここ来るとね、やっぱフランスって見せるのがうまいなと思うんですよね。確かに。エッフェル塔を作るだけじゃなくてさエッフェル塔をどのように見せるかっていうことをすごいやっぱり考えてるよね。そうだね。だモニュモン作って終わりじゃないんだよフランスって。それをいかにプレゼンするかっていう、そのプレゼン力がフランスはすごい優れてるなと思いますよ。うまいよね。かっこいいもんここ。ここはシャイヨウ宮になる前はなんか万博のなんか宮殿みたいなのを写真見たことあるんですけど、そうそう、シャイヨウ宮も1937年のパリ万博のために作られたものなんだけども、その前に1878年のパリ万博のためにこの建物の前にはトロカデロ宮殿というのを作ってるんですよね。トロカデロ宮殿って、まさにこの広場の上にドーンとあったのありますよね。なんかね、そういうね版画とか写真みたいなそういうの残ってるんですよ。そうね、トロカデロ宮殿っていうのを壊して1937年に作り直したのが今紹介したシャイヨウ宮なんですよ。でもかっこいいよね。1937年とかだからさ、やっぱりアールデコの時代なんだよね。ね。アールデコのさ、スタイルになってて、かっこいいよね。かっこいいかっこいい。なんかすごい近世なんだけど、整ってるんだけど、それでもなんかかといって冷たい感じはしないよね。まあね。でそうそう、だからその真ん中ドーンとぶち抜いたんだけど、今見えるこの部分、横のその翼になってる部分っていうのはやっぱトロカデロ宮殿のもともと基礎とかを土台にしてるんだって。なるほど。あれさ、ここの建物、ガラス張りになってるじゃない、あそこの窓からもエッフェル塔がドーンと見えたりするんだよね。見える見える、見える。だからね、建築博物館とか窓から結構ね綺麗にエッフェル塔見えたりするよ。あとさ、エッフェル塔を映りつつ顔も明るく光が当たるみたいなポイントってこの辺？ここでも結構撮影してる人多いですよね。あ、本当に。ここすごいモニュモンタルっていうの、その大きな階段で後ろにドーンと見えるもんね。見えますね。かっこいいね。かっこいい。ここ降りると、
まあまあ顔が明るくなるんですよ。太陽が結構まあ、下に降りるからって感じなのかな。違うんですよ。角度、この床を見てください。白っぽいでしょ。反射。反射。へえ。上だとちょっと斜めすぎるの。だけどこっちだと結構上から来るから、要はこういう角度で来てこういう角度で上がる。こういう角度で来てこういう角度で来るから、いわゆるなんかラフ板みたいな。レフ板。そうそうそう。レフ板みたいなのをこうやってよくカメラマンの下でアルミホイルみたいで広げてる人いるけど、あんな感じになるわけ。そうです。だからここら辺は結構顔もはっきり撮りやすい場所かな。でも基本やっぱ逆光なんで、ここら辺撮るときは逆光でどっちかっていうと、だからウェディングの場合はさドレス着るじゃない。だからやっぱシルエットが際立つっていうイメージに徹した方がいいんじゃないかなって僕は。表情撮るんだったらやっぱりここじゃねえよって話なんだね。そうだね。ここでも撮れるんだけどね、もちろん。だから逆に真後ろ行ってまあちょっとなんか今工事中だから変な張り紙あるけど、エッフェル塔をこの映るのよ。そう鏡みたいな感じでこの窓にエッフェル塔が映るから、これ利用する。これを利用する。マジか。そしたら両方とも、だったらこれもう太陽ここにありますから、顔はバッチリ当たるね。顔はバッチリでエッフェル塔は、今度はエッフェル塔がシルエットになるわけだ。そうなんですよ。反射で。はい。こういうテクニックもなるほど。はい。有料級。有料級かもしれない。出た有料級。そういえばさ、2015年にテロあったじゃん。でテロあった後ってやっぱり、その時旅行会社いたんだけど、旅行会社も超暇になっちゃって、で全然お客さん来ない時に、なんかそのパリプロモーションしようって言って、旅行会社の社員たちがみんな集まってさ、ここゴミ拾いをするっていうイベントがあったんだよ。そうなんだ。知ってる？知らない。そう旅行業界の人たちだけだったと思うんだけど、でみんなでさ、ゴミを拾って、でそういうもう一個イベントやって、桜の木を植えるっていうのをやったの。ああ、そうなんだ。このトロカデロテンつってこの広場のもうちょっと下に行くと公園とか広がってるんだけど、トロカデロに桜の木植えたんだよ。ちょっと後でその桜の木見に行きましょうよ。苗木みたいになってたから、多分腰ぐらいの。だから中村さんも植えたんでしょ。そう、いた。で植えたとこあんま覚えてないんだけど、探せばあるかもしれない。どれぐらい大きくなってんだろう。2015年ってことは8年前。へえ。それはちょっといいね。ここはね、トロカデロ庭園って言うんですよ。トロカデロ庭園。トロカデロ庭園。そのまんまですね。まあそのまんまなんだけどさ、トロカデロ宮殿作った多分タイミングで作ってんだと思うんだけど、ちょうどね第二帝政とかそういう時代ですよ。18世紀半ばかな。なんかいい遊歩道って感じ。でこういうのはねイギリス式庭園って言います。どういうところがイギリス式なんですか？フランス式庭園っていうのがまずベルサイユ宮殿とかの庭園とか、あとチュールリー公園とかの庭園なんだけど、まあ本当に幾何学的に左右対称にして、で木なんかはもう本当に完全な球体とか立方体に刈り上げるみたいな。なるほどね。一方ねイギリス式庭園っていうのはなんかちょっとこれ人工の川なんだけど、なんか少しその自然をイメージして人間が自然を作り上げるっていう感じになってんだよね。だからさ、こういう橋とかもさ、なんか完全に真四角に切ったブロックを積み上げて作った橋じゃなくて、これ全部コンクリートとかでできてるんだけどさ、ちょっとね擬木って言って木を模したような。これはビュット正門で見ましたね。そうだからビュット正門とか、あとはモンスリー公園を作っている人と同じ人がデザインしてんの。なるほど。アドルフ・ハンファンという人なんだけど、アルファン。アルファンかも。アルファンだね。
アドルフ・アルファンだ。アドルフ・アルファンって人が。だからその時代ってイギリス庭園が結構多くて、というのは、ナポレオン3世ってもともと若い時にロンドン亡命してんだよね。あ、そうなんだ。ロンドン亡命してる時に、ロンドンの公園とか、そういうものにすごい感化されて、パリもロンドンみたいに公園たくさん作りたいっていう意識があったんだよね。へー。ほらエッフェル塔ってさ、すごい人がいっぱいいたり、さっきのトロカデロ広場って人いっぱいいるけど、もうここ誰もいないからね。そうね。のんびりするにはもってこいだよね。でちょっと振り向くともうエッフェル塔よ。こっからもドカーンと見えるからね。まあ穴場っちゃ穴場よね。穴場、のんびりとね。サンドイッチなんか食べて。でもしさ、ここ散歩するんだったら、もう一つ、まあ見ておいてほしいものがあって、それがね、ちょっともうちょっと遠くにあるのよ。行ってみましょうか。いや、なんか気持ちいいな。気持ちいいっすよね。そろそろさ、目の前に見えてきたんだけど。なんか門のようなもの。門のようなものが見えてるんですけど。あれは門じゃなくて窓。扉なのかな。これね、ある建物の一部がここにもともとあったものじゃなくて、別のところにあったものがここにね、移転されてるんですよ。移転されて展示されてる。実はこれも先ほどさ、ちょっとだけナポレオン3世って話をしたけど、ナポレオン3世ってどのように政権を失ったかって知ってる？ナポレオン3世は、プロイセンに負けて捕虜になって、すげえしょぼいなっていうことで、国民が愛想を尽かして、パリコミューンっていうのが勃発したんじゃなかったでしたっけ？でそのパリコミューンの時にいろんな建物を燃やしちゃったんだよね。建て替えなかった建物っていうのがあって、それがねチュイルリー宮殿って言います。ルーブルにくっついてた建物なんだけど、もうそれはナポレオンとかナポレオン3世が住んでた場所だったんだよね。権力の象徴みたいな建物になっていて、でそれはねコミューンの人たちが燃やしちゃって、で最終的にそれは建て直しではなくて、修復ではなくて、もう完全に壊すことに決めたんだよね。でその壊す時にこの残ったもの、いろんなところに展示してあるんですけど、これがそうなんですよ。なるほどね。つまりこれはねチュイルリー宮殿の一つの扉なんですね。へえ。よくここまで持ってきたよね。だから上の方これ黒くなってんだけど、これ火災の跡なんじゃないかな。燃えてるもんね。1871年だから何年前？150年ぐらい前。150年ぐらい前だね。でもやっぱちょっとなんとなくルーブルを想起する雰囲気もルネサンス様式だよね。あるよね。でも扉にしてはなんか高すぎない？だからあれじゃない、やっぱり窓じゃないですか。窓、でかい窓だよね。こっちが扉じゃない？こっちは扉かもね。メデューサの顔とかあるじゃん。メデューサ、本当だ。メデューサの顔が。ここまでまじまじ見たの初めてだよ。でちなみにさ、この後ろなんかディズニーランドのさ、サンダーマウンテンみたいになってんじゃん。本当だ、なんか石が。これもあれなのよ。全部さ、義眼っていうのかな。ただ単コンクリートで四角いブロック作るんじゃなくて、あえて岩山みたい、洞窟みたいにしてあるのね。確かに、なんかこれもビュット正門のさ、なんか真ん中の島の、なんか絶壁みたいなとこはこういう感じになってた。全く一緒よ。だこれもなんか人工的なものを全面的に出すんじゃなくて、ちょっと自然の感じ。なるほどね。そうそう。
あ、ほら馬糞じゃないですか。いやこれさ、うん、クリスマスツリーだと思うよ俺。あーそっか。うん、フランスってさクリスマスになると本物のクリスマスツリー、買うじゃない、でクリスマス終わったらどうするかっていうと、その市のところにクリスマスツリー専用のゴミ置き場みたいなのがあって、そこで市が回収するんですよね。でその後さ、こういう風にこれ粉砕したんだよこれ。ほらだからこれクリスマスツリーのもみの木のほら破片だよこれ。でもふわっとちょっといい匂いするよ。あ、すごいいい匂いするよ、やっぱ杉の匂いね、ふわっとするよね。うん、本当は馬糞の匂い。けど本当は今、犬のおしっこが出てきました。でちなみにここはさ、こういうふうに自然な感じで、石を、こういう形にして洞窟みたいにしてあるんだけど、この私たちの歩ってるこの下、本当の洞窟なんだよ。あ、本当の洞窟が、本当の洞窟があって、ここはもともと石切り場だった。ここから建築資材の石を切り出すことができて、でそれで建物とか建築してたんですよ。だからここ洞窟がいっぱいあったでしょ。でその後に、便利だね、材料も手に入って。いやそうなのよもういろんなもの活用しないと。でさ、その後にさ、すげえかっこよくないこの辺。かっこいい。なんかこれパリっぽくないけどさなんかディズニーランドっぽい。ディズニーランドっぽいよね。でその後にここナポレオンが自分たちの騎馬隊の厩舎にしてたらしいね。だから馬がいっぱいいたわけ。あ、そうなんだ。で洞窟、地下洞窟プラス、馬の厩舎にしてたから、そこで藁とかうんちをたくさんするでしょ。何かにとっての最良の場所になるわけよ。洞窟と藁とうんち、実は何かを育てるための最良の場所になるわけ。漬物漬物ではありません。ぬか漬けぬか漬け馬糞の中に入れたでしょ。納豆が思い浮かんだんだけど。ああ、なんていうの、ちょっと近い。なんかそういう発酵だとか。チーズではない。発酵させるための。実はね、フランスでは超食べますこれ。超食べる。で今でも、そういう洞窟とかで作ってるような食べ物です。食べ物、発酵した食べ物。発酵ではないかもしれないな。けど一つの菌ですね。キノコ。ピンポーン。キノコ栽培か。キノコ栽培に使われるんですよ、その洞窟が。そのキノコの名前知ってる？パリで作ってるから。パリじゃん。パリキノコ。パリキノコ？パリキノコってフランス語でなんていうの？パリキノコ知らない。何それ？シャンピニョン・デ・パリ。あ、シャンピニョン、マッシュルーム？マッシュルームのことだよ。ああ、そうか。マッシュルーム、こういうふうにパリの地下でいっぱい石切り場があって、そこでたくさん作ってたから、パリキノコって言われることになるんだよね。あ、そうなんだ。今でもマッシュルームのことはフランス語でシャンピニョン・デ・パリ、パリキノコって言うんですよ。パリキノコって知らなかったわ。なるほどね。普通にシャンピニオンと。シャンピニョン・デ・パリって書いてあるでしょけど。なるほどね。商品名。2015年に桜の木を植えたんですけど、確かねこの辺に植えたはずなんだよね。これじゃないですか？っていうかこれなの？超でかくなってんじゃん。これかな？桜梅かな？すごいすごい。この辺なんだよ。あ、これかも。マジ？あ、でも5年だもんね。6年経ってるってことだもんね。2015年。8年じゃない？8年だ。8年。あ、すごい。すごいじゃん。これかな？てかもうなんか桜咲いてるよ。けどこれ8年でなんないか、さすがに。だって桃栗3年かけ8年っていうじゃん。いや、あれかも。
あれかもしれない。ひょろってるやつ。ひょろっと、なんか書いてあるんじゃないの？書いてあると思うんだよね。書いて大丈夫かな。咲くないから大丈夫。書いてないね。書いてある？これからでもこれ桜かな。いやサルスベリっぽいなこれは、けどねこの近くだったはず。いやこれかも。ちょっとさすがにこれじゃないか。これ枯れ木じゃん。どこだったっけな。けどねこの近くだったはずなんだよね。けど向こうかな。だからこれじゃないの？本当に。こんなでかくなる？でかい。8年でなるんじゃん？再開を祝って。いやー多分こんぐらいだったと思うよ8年前、でそれがこれだよ。すごくない？すごい。なんかねちょっと調べてみたら桜の木って大体花が咲くまでに10年かかる、5年から10年かかるって言われてんだけど。じゃあぴったりじゃん。ぴったりかも。だから苗木の部分でもしかしたらもう3年ぐらい経ってたとすれば、これはかなり立派な生木ですよ。立派になられて、これあと 2,3 週間もしたら咲きそうだね。2月なのに。いやー2015年のテロがあってから立ち直れといってね、すくすくまた育ってほしいということで植えた桜、今ではねこんなに立派な桜になりました。あの時一緒に植えた皆さん、あるいはその記事を見た皆さん、大丈夫ですよ。パリで桜は元気で育っております。